ワンダーコットンでこのビスチェを編みました。糸がこのぐらい残っているんですね。で、今回はこの残った糸でバブーシュカを編んでいきます。編んだものがこちらになります。方眼編み、メッシュ編みと言われる編み方に小花の模様を組み込んだものになります。すごく簡単な編み方ですので、初心者の方もぜひやってみてください。かぎ針は4号を使っていきます。最初に1つ目を作ります。そしてまず鎖編み1目です。この目が土台の目になります。次は鎖編み4目。鎖編み4目は長々編み1目の代わりになります。次は鎖2目。そして一番最初土台の1目に長編みを編み入れます。次は鎖2目。さっき長編みを編み入れた土台の鎖ですね。ここに長々編みを編み入れます。1段目が編めました。次は2段目です。鎖編み4目です。向きを変えて鎖2目です。根元に長編みをします。鎖編み2目。長編みの頭に長編みをします。鎖2目。鎖2目飛ばして、ちょっと見えにくいですかね。1、2飛ばして3つ目の鎖ですね。ここに長編み、鎖2目。先ほど長編みを編んだところに長々編みを編みます。2段目が編めました。3段目です。鎖編み4目です。向きを変えて鎖2目です。根元に長編みです。鎖2目。次の長編みに長編みをします。ここから花びらを編んでいきます。まずは鎖2目。先ほど編んだ長編みの頭に未完成の長編みを2回編みます。これはこのまま置いておいて、下の段の次の長編みに未完成の長編みを3回編みます。これを2目1度ですね。玉編みの2目1度になります。これで花びら2枚分編めました。次は鎖編み3目です。花の中心のところに未完成の長編みを2回です。このまま置いておいて、次の長編みに未完成の長編みを1回。これを一度に引き抜きます。花びら3枚編めました。次は鎖編み2目です。下の鎖編みを2目飛ばして3つ目ですね。ここに長編みをします。鎖編み1、2と編んだら長々編みです。
目が編めました。では4段目です。鎖編み4目ですね。向きを変えて鎖編み2目です。根元に長編みです。鎖1、2、次の長編みに長編みです。鎖1、2、花びらの先端のところですね。ここに長編み、鎖1、2、次は花びらを編みます。花の中心ですね。ここに未完成の長編みを3回です。一度に引き抜きます。花びらが4枚編めたことになりますね。鎖編み1、2と編んで、下の花びらの先端ですね。長編みです。鎖1、2、下の長編みに長編み、鎖1、2、鎖を2目飛ばして3つ目に長編み、鎖1、2、最後は同じところに長々編みです。4段目が編めました。5段目、6段目はメッシュ編みのみになります。花びらのところですね。ここに長編みを編みます。6段目まで編めました。7段目、8段目で今度は花を3個編んでいきますね。鎖編み4目で立ち上がりです。向きを変えて鎖2目です。根元に長編みをします。鎖2目、長編みに長編みをします。次のところで花を編みます。鎖1、2と編んで、先ほど編んだ長編みの頭に未完成の長編みを2回です。次の長編みに未完成の長編みを3回です。これを一度に引き抜きます。玉編み2目一度しました。次は鎖編み3目です。花の中心のところですね。ここに未完成の長編みを2回です。下の長編みに未完成の長編み、これを一度に引き抜きます。鎖2目、下の長編みに長編みです。鎖2目、下の長編みに長編みです。次のところで花を編みますね。常にこの下にある花と同じ位置になってきます。鎖2目、長編み、鎖2目、長編み、次で花を編みます。鎖編み1、2ですね。下の鎖を2目飛ばして3つ目に長編み、鎖2目、長々編みです。8段目をやっていきます。
びらの先端に長編み、鎖2目、次は花の中心に未完成の長編みを3目、一度に引き抜きます。鎖2目、花の先端に長編み、8段目まで編めました。9段目、10段目はメッシュ編みのみになります。このやり方でどんどんと三角を大きくしながら21段まで編んでいきます。21段まで編んできました。三角形の一番長い辺が48センチぐらいですね。高さが23センチぐらいです。例えばお子さん用にするのであれば4段減らすとか、あともっともっと大きく編めば三角ショールみたいにも使えますので、その辺はご自由に段数を加減してください。ここからは縁編みです。まずは細編みで1段拾っていきます。鎖1目ですね。一番角のところに細編みをします。ここは長々編みのところですね。細編み3目で拾います。長々編みの足が入っているところに細編みです。ここは鎖編み4目で拾ったところですね。細編み3目で拾います。ここは、長々編みの頭のところですね。細編みです。長々編みの足のところは細編み3目で拾います。長々編みの足が入っているところですね。細編みです。ここは鎖4目編んだところですね。細編みを3目です。ではこの要領で一旦進めていきます。角のところをやってみます。ここは細編み3目ですね。編み始めの土台の鎖に細編みをします。次はこちら側の辺を同じように編んでいきます。こちら側の角をやってみます。ここは鎖編み6目編んだところですね。側にすくって細編みを6目編みます。次は長編みの頭に細編みをします。鎖2目のところ側にすくって細編み2目、長編みのところに細編み、鎖2目のところ側にすくって細編み2目ではこの形で三角形の一番長い辺ですね、最後まで編んでいきます。編み終わりのところです。細編みを2目編んで最初の細編みに引き抜きます。1段細編みで拾いました。では次の段です。鎖1目で立ち上がって根元に細編みをします。鎖2目編んで下を1、2、3目飛ばして4つ目ですね。長編みを2目編みます。この後鎖3目のピコットを3回編みます。鎖3目編んでこの目に引き抜きます。
コットが1つ編めました。もう一度鎖3目編んで、この目に引き抜きます。もう一度鎖編み3目編んで、この目に引き抜きます。ピコットが3目編めました。ここからさっき長編みを編み入れた目に長編みを2回編みます。鎖編み1、2と編んで、1、2、3目飛ばして4つ目に細編みです。これで一模様になります。もう一度やってみます。鎖2目です。3目飛ばして4つ目に長編みを2目。鎖3目のピコットを3回編みます。長編みを編み入れたところに長編みを2回編みます。鎖2目、3目飛ばして4つ目に細編みです。ではこれを繰り返し編んでいきます。角のところをやってみます。ここは大きめの模様にします。まず鎖2目ですね。3目飛ばして4つ目に長編み2目、鎖2目、長編み2目。次は鎖3目のピコットを3回編みます。同じところに長編み2目、鎖2目、もう一度同じところに長編み2目、鎖2目、3目飛ばして4つ目に細編みです。角のところはこのような模様にします。ではこちら側残りね、ここと同じやり方で角まで編んでいきます。編み終わりのところをやってみます。鎖2目まで編んでありますね。では1、2、3目飛ばして4つ目に細編みをします。角まで編めました。では今度こちら側をやっていきますね。ここは編み方を変えていきます。まず鎖編み3目ですね。先ほど細編みを編み入れたところに未完成の長編みを2回です。一度に引き抜いて2目飛ばして3つ目に細編みをします。もう一度やってみます。鎖編み3目です。細編みを編み入れたところです。ここに未完成の長編みを2回です。一度に引き抜いて1、2、2目飛ばして3つ目に細編みです。ではこれを繰り返して最後まで編んでしまいます。最後です。最初にこれ細編みを編んだところですね。ここに引き抜きます。
本体部分が編めたので紐を編んでいきます。では紐を編んでいきます。鎖編み5目です。根元に長編み3目の玉編みです。鎖編み5目です。このまとめたところです。玉編みをまとめたところに長編み3目の玉編みを編みます。鎖編み5目です。玉編みをまとめたところに長編み3目の玉編みです。一度に引き抜きます。ではこれを繰り返して必要な長さまで編みます。25模様分編んでだいたい40センチの長さになったところです。ではここから折り返していきます。鎖編み4目編んでここに引き抜きます。鎖編み4目編んで引き抜きます。鎖編み4目編んで引き抜きます。ではこれを繰り返して最後まで編んでしまいます。これで紐が編めました。ではこちら側糸始末しておきます。こちら側の角にも先ほどと同じように紐を編んでいきます。これで完成です。